そのみやこの熱波ラジオ12分でサウナラー。皆さんサウってますか？私たちも今日サウナ室からお届けしたいと思います。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。暑くないですか？今日も暑いですね。もうしっかりですね。しっかり今ね、80度以上、85度以上ぐらいの中でやってますけど、多分ね体感ちょっと下がってきてるけど、本気ですね。熱波ラジオ。本気ですね。熱波ラジオ。大丈夫ですか？大丈夫です。本当に。ラジオしながら整わせていただき、もうくだらない話をして、そうですね。幸せですね。なんかあるんですか、園さんは。まあいろいろあるかもしれないですけど、湿度とかの関係も、どういうサウナがおすすめというか、温度であったりとか、広さであったりとか。広さはそんな問わない。施設によってこうなんかね、デザインも違ったりするんですけど、基本的にはやっぱり照明が本当にこうダウンライトというか、暗めで、すごく暗めでやっぱ湿度たっぷりのサウナが好きですね。なるほどですね。確かにもうがっつり汗かくやつです。がっつり汗かくやつ。例えばこういうとこ来て、まあ今ここ座ってますけど、上座ります？下座ります？こういうとこだと絶対上ですね。上。下に座ることほぼない。あ、本当ですか。だってもう温度全然違うじゃないですか。全然違いますね。でも施設によったらこう真ん中の段が良かったりする場所もあったりとか。真ん中の段が一番暑いってことですか？その施設によってはってことですか？じゃなくて上が暑すぎて。なるほどなるほど。心地いい温度がってことですね。そう中段に座ったりするんですけど、上はやっぱりねすごい暑いですから、全然違いますよね。やっぱり全然違いますね。ここももう上に座ってラジオやってたらもう私たちもう炊き汗。まあそうですね。そう。どんなサウナがお好きですか？僕もでもやっぱ照明明るすぎるのはあれですね。明るすぎるのは嫌だっていうのと、あとね、ちょっとこれ音声で聞いてる人にはあれですけど、この僕割と下も座るんですよ。下とか2段目とか、時のこの高さがそんな高くない方がいいです。こう持たれる時1段目2段目3段目のこの高さがそんなに変わんない方のなんかこう低い段差の方が好きですね。だからこう今だと肩甲骨ぐらいまでですよね。それがちょっとこう腰ぐらいね。わかりますありますね。なんかね、その方がなんだ圧迫感がないっていうか、持たれる時もそんなにこう負担っていうかなんだろう、持たれすぎなくていいみたいな。なんか広く感じるし、いろんな好みありますからね。なんかサウナの話をちょっと澤田さんと久々にした気がする。大問題じゃないですか。サウナ熱波ラジオだっつって。熱波ラジオの。まあ不毛なトークがコンセプトとはいえ。まあそうですね。もうリスナーの皆さんもあれですからね、もうマジの不毛なトークこう送ってくれますから。そうですね。まあでも本当にそれがあっという間に、僕らがあっという間に感じてたら、このサウナ入ってる人もあっという間に感じるんじゃないかっていう。そうですね。やっぱりまだサウナ入りたいんだけど、やっぱ暑いから嫌だみたいなネガティブなイメージを持ってる人ってまだ結構いるじゃないですか。もうこういうの聞いてるとね、もう12分とかあっという間だから。そうもうなんかこう気づいたらいいやつかけてるっていうね。それが一番いい状態ですよね。なんか現場行ってやっぱりサウナの話結構振ってくれるんですよ、皆さん。それどこのサウナがいいですかとか。でもまだ1回もサウナ入ったことなくてとか。1回も入ったことない。入ったこともなくて、やっぱそういう方ってネガティブ要素が強いから、暑くて苦しい、水風呂冷たくて不快だみたいな。もうそれ全部ぶっ壊すんで一緒に行きましょう。まずそれが早いから話が、一緒に行きましょう。男性だとなかなか一緒に行けなかったりするんで、もうなんかまずもうダーッと汗かいて温まって、とにかく温まって、でとにかく我慢して水風呂に入ってください。まあね、一回体験してね。それこそね、ここ外、今カメラとかいろいろセッティングしてくださってるスタッフの方ももともとサウナ苦手ですけども、今一人で行きますからね。サウナになったんですね、ついに。サウナになりましたもん。結構前から。確かに初めて打ち合わせした時にサウナ入ったこ
ことないんですかって言って、いや僕サウナ嫌いですって言ってた気します。そう言ったの覚えてる。で今もう全然入るし、サウナですよね。なんならこの収録終わった後、毎回ね時間余ったらちょっと入ろうかなぐらいの勢いは、はい、サウナーになりましたね。みんなどんどんそうなっていくんですよ、はい、だからサウナ好きな人と一緒にサウナ行くと、サウナの楽しみ方、教えてくれるから、一番いいですよねそれが。なるほど、ちょっとその都と行くサウナの楽しみ方的な企画はありかもしれないですね。ぜひもうこういうね男女一緒に入れるようなとことか、サウナツアー、サウナツアー、それこそあれがいいんじゃないですか、名古屋のキャナルですか？キャナルのパリピルーム、そうですね、パリピルームいいですけどね。めちゃくちゃ箱がでかいサウナ。箱でかい。バスツアーですね。そしたらバスツアー大掛かりだな。でもそうやってサウナーが生まれていくなら、私もそのツアーぜひやりたい。あと園さんバスツアー儲かるらしいです。ちょっとやらしいやらしい。そうバスツアーは儲かるらしいですよ。そう本当。はい。じゃあ年一ぐらいでやろうかしら。聞きましたよ僕は。聞きました。あれ儲かるの大変。儲かるらしいです。そうなの？だって意外とお金かかりそうですけどね。参加費がだってそんな。それ以上言わないでください。それ以上やりづらくなっちゃうから、もしやるとしたら、元モーニング娘。のねセンターもそれで結構な、そうなんだ、ね、バスなのか旅行なのかあれ分かんないですけどね、僕は大好きな方ですけど、それこそ同い年の。でも結構なんか絞られてきちゃうけど、ね、金髪だったねあの方は結構そういうモームス世代ですよ私、結構な。それでそうなんだ。私がやるときはでもみんなをやっぱサウナにさせたいって思う一心でバスツアーをやりたいと思いますから。はいね、でもね儲かったら儲かったで悪いことじゃないですか。そうですね、はい、またいろんなサウナ行けますから、はい、行きましょう。では行きましょう、はい、サウナトーク、はい、では3枚のフリップから1枚いきたいと思います、はい、なでロッカーナンバー1番、もうすぐ既婚者、さんからです、なんで女性は結婚式を挙げたがるのか、納得のいくように説明していただけませんかちょっと切れてるじゃないですかもうその人もうね納得のいくように。でもこれは園さんですよ。もうなんで確かにもう男性の立場から言うと別に結婚式相手がしたいならするけどしなくてもいいなと思います。何あげたくないの？逆にあげたいっていう意識はあんまないと思いますね。だからこれ結婚式はねよく言うけども女性のものだから、言われたら断らないですよ。あげてあげたいっていう気持ちはじゃあ女性のものであげてあげたいってあげてあげたいというか、僕はウェディングドレス姿は見たいけど、それ式じゃなくてもいいじゃないですか、って思っちゃう。前撮りとかそういうのでいいし、ウェディングフォト撮り行くとかでもいいし、なんか式でいろいろあれ呼んでなんかスピーチがどうのこうのとかいいかなって思っちゃいます。でも今ってその昔みたいなガチガチの結婚式って披露宴とかも減ってていろんな自分たちのスタイルのがあるじゃないですか。ありますね。でもこの方はもうすぐ既婚者さんは多分納得のいくように説明していただけませんか。これは多分あげたくないんですよね多分。奥さんはあげたいんでしょうね。奥さんはあげたい、でも一つ言えるのがこれこの前見たんですけど、インスタグラムのリールかなんか出てきたんですけど、離婚してる82% ぐらいの人は結婚式を挙げてない人なんですって。そうでも私それってこう見届けられて誓いをしっかりするかどうかでも変わってくるんですよと思うんですよ、よく言われてますけど、離婚してる人の 82% 以上の人は結婚式を挙げたことがない人って言ってたんで、それ聞いたらね挙げて。園さんは結婚式を挙げたいですか？私はどっちかって言ったらそこまでなんですよ。そうなんですか？大変じゃない？いやだから大変ですよ。これなんで大変かと思って昔はあげたいお色直しも3回ぐらいしていろんなドレス着たいって思ってたんですよ、で周りが結婚式ねどんどん結婚する人が増えてあげていくのを見てると、大変そうって思ったからパーティーとかはやりたいんだけど、ガチガチの式じゃなくてもいいかなって感じですね。であと誰をじゃあ誘って誰に声かけてとか、あとね今のところ我々はその参列する側しかなったことないじゃないですか。参列してる人からするとなんだろうね、退屈な時間もあるし、
いやでもちょっと待って、撤回する。やっぱりあげたい。あげたい。やっぱりこれって大変じゃないですかって言ったんだけど、そんな大変なことってこの一生に一度のことじゃないですか、結婚式なんて。まあ願わくはね。そうだから一緒に一度のことを一緒に二人でどれだけいい式にするかっていうところに向かう、そのなんて言うんだろうな、ベクトルがやっぱ大事なわけですよ。はあ、なるほどな。共同作業ですね。まさに共同作業。もう納得も減ったくりも何もない。式をあげなさい。あげたい。結婚式って儲かるんですか？いや、お金の話ばっかりしますね。黒に出るんですか？いや、それちょっとはあるんじゃないですか。黒？ちょっと黒？わかんないです。黒だったらいいと思いますけど。ちょっとはだからそれでちょっとこう、まあでもほらお返しとかもしなきゃいけなかったりとかあるから。なるほど。じゃあな。いや、まあでもね、儲かりたいのにだからいっぱい呼べばいいんですよ。いっぱい。なるほどね。いやそれはまあそれは冗談ですけど、いや結構ねどうするかっていうね、なんだろう。いやどの式も素敵なんですよ。それはだって2人のストーリーがあるから。ストーリーがあるから素敵なんですけど、じゃあこの式、うわすごい式だなってあんま見たことないですよ俺。いいんです。2人が幸せでみんなが幸せもらえばいいんです。ああ、そうなんですね。ちょっと構成作家で結婚式の構成頼まれる人もいるんですよ。僕は今のところ経験ないですけど、でそういうのもあって、こいつ作家でこの構成とかって思われるのも嫌だなっていうのもあるし、いやいやもうね、幸せだったらいいしね、これ全男性に言いますけど、女性がゼクシーを買って結婚決まってゼクシーを買って嬉しそうに見てて、どこの式にする、どういうのにするっていう時にしっかり参加して話を聞いてあげて、自分も一緒に楽しむっていうことが多分大事だと思います。まあね、あと奥さんのね、お母さんお父さんのためにもっていうのがありますね。なので納得いったか分かりませんが、ぜひ素敵な式を挙げてください。それではさようなら。